不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。今回はノンストップクソ&シガ、通称クソシガさんから聞いた奇妙なお話です。クソシガさんはもともとミュージシャンで、以前はバンドで活動を続けていましたが、これは当時のバンドマンの先輩が体験したお話だそうです。その先輩を仮に中田さんとしておきます。それは今から20年ほど前、中田さんが大阪のライブの演奏に行った時のことでした。その大阪のライブハウスですが、雑居ビルの中にあり、エレベーターで上に上がっていくところにあったそうです。そこで中田さんとそのバンドメンバーはビルの上に上がり、会場に着くと早速リハーサルを始めました。そしてしばらくしてメンバーとの最終打ち合わせも済んだので、一休みすることにしたそうです。すると本番まで時間が十分あることに気がつきました。そこで中田さんは少し小腹が減ってきたので、時間はかなりあるから今のうちにラーメンでも食いに行こうかなとふと思ったそうです。それで後のメンバーに一緒にラーメンでも食いに行かないかと誘ってみると、ギターの弦の張り替えとかがあるから俺らはいいわということで珍しく断ってきたそうです。そこで中田さんはバンドのスタッフも誘ったのですが、みんな忙しく、なぜか手が空いているのは中田さんだけで、じゃあ一人で行くかということになりました。そういうわけで中田さんがエレベーターで下に降りようとした時でした。エレベーターのところにはライブハウスの受付があるのですが、その受付カウンターにたまたま若いアルバイトの青年がいるのに気がつきました。中田さんはその男の子に軽く挨拶をすると、この青年は地元の子だから美味しいラーメン屋とか知ってるかなとふと思いました。そこで中田さんはその青年に、この辺で美味しいラーメン屋さんある？と率直に聞いてみたそうです。すると青年は、めちゃくちゃありますよというので、この近くと聞くと、ああ連れて行きますよと気持ちよく言ってくれたそうです。それはありがたいという感じで、その青年と一緒に中田さんはエレベーターを降りて、そのラーメン屋さんまで連れて行ってもらったということでした。そこはライブハウスから徒歩で15分ぐらいのところでした。こじんまりとしたお店で、本当に地元のラーメン屋さんという感じで、雰囲気も良かったそうです。そのラーメン屋さんは特徴的なラーメンではなく、昔ながらの中華そばを提供しているようでした。そこで店の中に入りながら、中田さんは青年に、どれ頼んだらいいかなと尋ねました。するとその青年は、どれ頼んでもらっても美味しいっすよ。どれ頼んでも熱いっすからここのラーメンは、と今時の若い子の口調で答えたそうです。中田さんも思わずその熱いっすからという口調がおかしくて、ああ、熱いのかと軽く笑って返しました。そして無難なところで、この店の一番人気の中華そばがおすすめだというので、それを頼むことにしました。そこで青年にここまで連れてきてくれたことのお礼を言うと、その子は笑顔で返し、そのままライブハウスに戻っていったそうです。早速中田さんはそのおすすめの人気のありそうなラーメンを注文し、食べたそうですが、とても美味しかったということでした。そして食べ終わるとすぐそのままライブハウスに戻りました。ライブハウスに戻ると後のメンバーに早速中田さんは、おすすめのラーメン屋めちゃくちゃ美味しかったから行ってくるといいよなどと話していたそうです。するとそこにライブハウスの店長さんがやってきて、中田さんの話を小耳に挟み、ああラーメン屋ですか、どこに行かれたんですかと軽く聞いてきました。
そこで中田さんはさっきのラーメン屋さんの名前を覚えていたので、〇〇ラーメン店でいうところがおすすめだって言うんで、ここの受付のスタッフの男の子に連れて行ってもらったんですよ、と答えました。すると、それまで笑顔だった店長さんの表情が急に真顔になり、え、今誰に連れて行ってもらったって言いました？と聞き返してきました。ああ、だから受付にいた大学生くらいの青年です。アルバイトの子なのかなと中田さんが軽く答えると、店長さんは一瞬血の気が引いたような顔をして、いやー、そんなはずないんだけど、もう一回そのいたラーメン屋の名前言ってくれますかと真剣に聞いてきたそうです。中田さんは〇〇ラーメン店ですと答えると、その時の店長さんの表情は普通ではない驚きようでした。中田さんがその様子を不思議に思っていると、店長さんはちょっと待ってくださいねと言って急いでカウンターから地図を出してきて、中田さんの目の前で広げると、そのラーメン屋さんってこの地図のどの辺ですかとしつこく聞いてきたそうです。そこで中田さんはその店長さんの様子に少し困惑しながらも、地図の上のライブハウスからの道順をたどっていき、ここをこう行ってここを曲がって、ああここですねとその場所を見つけて指さしました。すると店長さんは、いやいやそこは絶対ありえないですと凍るようなトーンで言ったそうです。中田さんは意味がわからず、なんでですかと即聞き返しました。すると店長さんは、ここのラーメン屋さんは火災で建物自体がないんですよというのです。中田さんははーっとさらに困惑していると、店長さんは続けて、以前はここは確かにラーメン屋さんだったんです。でも少し前に火事で全焼してしまって、その時にね、うちのライブハウスとそのラーメン屋さんを掛け持ちでアルバイトをしていた大学生の青年がいたんですが、その火事で亡くなったんですよと残念そうに言いました。そしてそのアルバイトの青年が亡くなってからは、このライブハウスの受付では若い子は誰も働いていないということでした。中田さんはそこまで話を聞いてもわけがわからないままでした。でも店長さんが自分を担いでいるわけもなく、そんなたちの悪い冗談を言うような人でもありません。中田さんの困惑した表情を見て、店長さんは急いで事務所に行き、ごそごそと何かを探して戻ってきました。それは一枚のスナップ写真で、中田さんに指をさして、その青年ってこの子じゃないですかと見せたそうです。するとそれは紛れもなく、さっき受付にいてラーメン屋さんまで案内してくれたあの青年でした。中田さんは、そうです、この子ですと言いながら全身鳥肌が立っていくのを感じました。店長さんも真っ青になり、この子がその火災で亡くなった青年ですよと小声で言いました。中田さんは、じゃあ自分が話した青年は幽霊だったということなのかと頭が真っ白になりました。でも確かにたった今さっき、この青年と一緒に街中を歩いて、その〇〇ラーメン店ののれんをくぐったのです。そしてカウンターに座って店主に注文し、出てきたあったかいラーメンを美味しく食べてきたばかりでした。中田さんは、俺はどこで何をしてきたんだと自分に起きたことが信じられませんでした。その後もいろいろその青年や全焼したラーメン店の話を店長さんから詳しく聞いていくうちに、中田さんは信じざるを得なくなりました。ただ中田さんはあることを思い出したそうです。
連れて行ってくれた青年は確かに生きた人間に見え、生きた人のように会話したのですが、一つだけ青年の言った言葉で不自然に感じるものがありました。ここのラーメンはどれ頼んでも熱いっすからと言ったことでした。あの時の状況でラーメンを熱いっすからなんて普通言わないと中田さんは思いました。あの青年がお店の火事で焼死した時の苦しい感情を表した言葉のようで、中田さんは背筋がゾクッとしたそうです。でも中田さんはあの青年が幽霊だったとしても嫌な気分にもならなかったし、怖くもなく、ただとても不思議な体験をしたと感じたということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。